皆さんこんにちは。今日はねちょっとユンボの方整備していきたいと思います。最近ねちょっと使ってるとねいろいろ方が来てまして、でちょっとね修理が必要な状況になりましたので、ちょっとそっちをねやっていこうと思います。最近ねちょっとなかなか修理がね細々としたのが入ってきて、この前もねちょっと作業中に油圧ホースパンクしちゃって、これもねちょっと新品に変えたりしてました。で今回やるのはこちらです。はい、このキャタピラーがね壊れてしまいまして、こちらの方をね、交換していくんですけれども、作業中にねやっぱ瓦礫とか、柄の上をね走るもので、こういったところですよね、もう柄の上をね、走りますんで、やっぱねこう避けやすいところもね多分あると思うんですよね。で表面がね結構傷ついてきます。こんな感じで、はい。でもともとね、機体自体がねもう2000時間超えてまして、でおそらくこれ新車の時のかなキャタピラーだと思うんですが、溝もねもう結構少なくなってきて、ぬかるんだところとかね、あと土の上で、ちょっとスリップしてねなかなか登らないとか、進まないっていうのがね、やっぱ出てきてます。で今回そういうのもありまして、ちょっとねクローラー壊れたっていうのもありますんで、こちらのね、ゴムクローラー、交換の方していきたいと思います。でゴムクローラーねこちら、はい、もうね新品届いてます。左右とも交換します。新品はねもうこんな感じでもうバリバリでね、溝がありますんで、何年持つかはねちょっと使ってみないとわからないですけども、こちらの方にね、交換していきたいと思います。この前もね運搬車こちらの、ゴムクローラー交換したばっかりなんですけども、こちらね左右交換したばっかなんですけどね、はい、またね、出費がちょっと痛いんですが、これね2つでね11万5000円ぐらいかな、しました。それでもね結構安い方ですけれども、結構ね高いです。痛い出費なんですが、こういったねちょっと鉄くずとか、集めて貯金してたお金がありますんで、それでね買ったんですけれども、今回はねこちらゴムクローラー交換します。でゴムクローラーを交換するときにですね、皆さんね視聴者さんの方、私の動画見てて気づかれた方もいるかと思うんですが、まだねキーキー音が鳴ってます。で前回この上部ローラー、交換しましたね、キャリアローラーというんですけども、このね、キャリアローラー左右ね新品に交換しました。でもね、交換した直後はねなんか良かったんですよね、音が出なくてね。ただねやっぱりねすぐまた音が出てきました。でおそらくこの下、カブローラーのね、これトラックローラーっていうみたいなんですが、このトラックローラーがねおそらく音が出てると思います。で今ねちょっと触ってみたんですが、結構ね硬いです。周りが前回ね点検した時はねもうちょっとすんなり回ってたんですが、硬いです。でこれね説明書を見ると、久保田の説明書でね、2000時間でこのトラックローラー給油しなさいってなってるんです。でこれ給油できるのかなと思ってねいろいろ調べたんですが、なんか給油できるみたいなんですね。でこれをねちょっとやって治るかならないかね、ガタとかはないんですけれども、この中にねベアリングが入ってるようですんで、もし壊れてたらねもう交換っていう風になると思うんですが、今2000時間ちょうどね過ぎたくらいですので、給油ができるかどうかっていうのね、それでちょっとやっていこうと思います。クローラーをね外した時にね、ちょうど外せますんで、この際にね一気に直していきます。またねこれ直さないでクローラーだけ交換してもねまた外す羽目になると思いますんで、この際ね、一気に整備の方していきたいと思います。で今日ね肝心なことにねちょっと時間が空いてね夕方来たんですが、ここキャタピラーをね緩める工具忘れてしまいまして、今日はねトラックローラーだけ外して持ち帰りたいと思います。あと自宅の方でね、給油できるかどうか、ちょっと工場の方でねやっていきたいと思います。じゃあひとまずねこのトラックローラー、8個かな、片側4つついてますんで、両側で8個、外していきたいと思います。はい、今ね一つだけ外しました。やっぱねちょっとキャタピラーをね緩めないと
外せないですね。今ね、真ん中の1個だけ外れましたんで、これですね。私も初めて外したんですが、ここにね、六角レンチで開ける注油口みたいなところがありますね。分解できるのかな。8個全部持ち帰って、このね、オイルの交換っていうかね、ちょっとやってみたいと思います。はい、重いね、結構。今ね、ちょっとね、物置探したらね、工具がね、ありました。ちょっとね、それ用じゃなくて、かかり浅いんだけど、なんとかキャタピラー緩めれましたんで、ちょっとね、8本外していきます。やっぱね、ちょっと緩めないときついですね、外すのが。はい。じゃあ、こんな感じでね、8本外していきます。はい。それじゃあね、今8本取り外しました。作業的にはね、単純で本当に簡単です。ボルトね、2本緩めるだけですね。両端からボルトで支えられてるだけですんで、2本外すだけです。なので、車のタイヤ交換よりもね、簡単です。インパクトレンチがあればね、今みたいにすぐできます。で、回してみるとね、なんとなくね、あと音でね、なんとなくわかります。ちょっとダメそうなやつ。これもね、ちょっとダメかな。若干ね、ガタつきが多分中で発生してますね。で、ちょっとね、回した時も若干、こう、違和感があります。これがね、オイルがただね、劣化してるせいなのか、本当にね、ベアリングがダメになってるからね、ちょっと家でね、調べてみようと思います。まあ、これがね、多分元々の、足回りからのね、キーキーになってたね、イオンの原因かなと思いますんで、まあ、今回ね、こちらの、ゴムクローラー、交換のついでにこちらの方もね一緒にやっていきたいと思います。そうすれば足回りね、ほとんど、メンテナンス終わりますんで、そんな感じでねちょっとやっていこうと思います。はい、今ね、こちら、トラックローラーの方ね、給油が全て終わったので持ってきたんですが、なんかね、説明書見たら、このフロントアイドラ、これもね、給油できるみたいなんです。まあね、ベアリング入ってるんでね、もちろん給油できると思うんですけども、同じやり方でね、トラックローラーと仕組みは同じです。ここにね、ちょっと土で隠れてますけども、ここにね、ネジが入ってますんで、これを外すとね、給油できるみたいです。で、これね、久保田のメンテナンスの表なんですけども、これね、トラックローラーとフロントアイドラ
の給油ということで、これもね、2000時間ごとですね。このオレンジなので、なので、今回一緒にね、やっていきます。もうね、組んでしまうと、多分ね、しばらく外しませんので、ちょうど今2000時間ちょっとですんで、一緒にね、こちらも給油していきます。で、こちらのね、トラックローラーの方も給油したんですが、すべてがね、渋かったのが、もう、すごい滑らかになりました。滑らかっていうのは、抵抗あるんですけども、もう新品のような感じですね。新品触ったことないですけど、おそらくそんな感じかなという滑らかさまでね、復活しましたんで、これでね、音が消えてくれるといいかなと思うんですけども、一つだけね、ちょっと、ガタがね、ちょっと他のより若干大きいのがありました。このバツつけてるやつね、これがね、若干、こうね、ガタが出てます。なので、これちょっと印つけといてね、もしダメな場合はこれだけ、交換しようかなということで、あとはね、他のものは全部良好でしたので、これはね、あと後日取り付けしますけども、今ね、ちょうど沖に来たので、もうちょっとでね、暗くなるんですが、ちょっとフロントアイドラのね、給油だけして今日は帰ろうと思います。
はい、今日ね、ちょっと時間が取れましたので、ただね、残り1時間ぐらいしかないんですが、ようやくね、組み付けの方入っていきたいと思います。今、洗浄の方終わりまして、これからちょっとトラックローラーの方ね、8本つけていきたいと思います。で、アイドラの方もね、無事オイル交換の方が終わりましたので、ここね、もう固着してて、ネジの六角部分もね、ちょっと舐めてて外せなかったんですが、なんとかね、逆タップを使って外せました。で、満タンね、入れてエア抜きもしましたので、これもね、装着していきます。これちょっとやり方がね、難しいんですが、大体はね、多分こんな感じでもう固着してね、あと六角レンチ入れてもね、多分舐めったりしてね、錆で腐食してるので、なかなか外せないと思うんですね。で、トラックローラーに関しては、すべて、無事に一発で外せましたけれども、こういった錆びてるボルトはね、やっぱりちょっといろいろ工夫してね、壊したりして、逆タップとかね、そういったものを使って外さないといけないんですが、もしね、参考にされる方はね、ちょっと気をつけてしていただければと思います。中に鉄粉が入りますので、最低限、ちゃんとね、綺麗に磁石とかで取り除いて、そこからね、オイルの方が入れた方がいいと思います。ベアリングとかにね、鉄粉回ったりすると、あまりよろしくないですんで、ここはね、ちょうど入り口とベアリングの部分がね、分かれててね、入り口の下にね、すぐもう止まって、そこからオイルが流れるようになってますんで、鉄粉の方がね、うまく取り出せましたけども、中にはね、あまり入れない方がいいかなと思います。で、こちらの方もオイル交換全部終わりましたので、ようやく組み付けの方していきたいと思います。今ね、ちょっとこちらの方、塗装だけ軽くね、シャシーブラックで塗装しました。で、ローラーの方ね、一回取り付けてから、こちらの足回りの方ね、一回ちょっと簡単にね、同じ色のスプレー買ってますんで、取り付けの方ね、していきたいと思います。はい、じゃあ今ね、トラックローラーをつけて、塗装の方ね、簡単にしました。
同じ色でね、純正色取ってましたので、多分ねすぐ剥がれますんで、軽くね塗っておきました。今現在ね、あとアイドラーと、つきましてこんな感じになっております。ちょっとね時間かかっちゃって、キャタピラーまでねつける時間がないので、次回来た時にねこのままキャタピラーの方ね新しいの取り付けの方していきたいと思います。今日はねこのままあと乾かして帰ります。はい、それじゃあですね、今からねキャタピラーの方をつけまして、足回りの方ね、組み付けしていきたいと思います。でここにね、新品の、ゴムクローラーね、これ左右とも準備してありますんで、これをね、早速ユンボの方にね取り付けしていきたいと思います。前回塗ったところもねもう全部完璧に乾いてますんで、すぐね傷ついてしまうんですけれども、一回ね塗っとけば、しばらく大丈夫かなと思いますんで、このままね組み付けの方していきたいと思います。はい、ようやくね、今キャタピラの方取り付け終わりました。やっぱりねちょっと3トンクラスになるとね、キャタピラも重いですね。一人で作業するのはね結構大変です。ちょっとねユンボのバケットのね力を借りて入れましたけども、真似される方はね、ちょっと注意してやらないとね、キャタピラ傷つけたりね、壊したりすることになるので、ちょっと慎重にね、やった方がいいと思います。最後のこのねフロントのアイドラに入れるところだけね、ちょっとユンボのバケットを使ってね、ギュッとねちょっと入れてあげました。で今はね針調整まで終わって、全部無事にね、組み付けの方が終了いたしました。でやっぱりね、前回こちらのトラックローラーつけてからね、ちょっと日数が経つんですけれども、若干ねこうやって分かりますかね、入れたオイルがねこう漏れてくるのがあるんですね、何個か。やっぱりねこの中のシールがねちょっと劣化してると思います。で一応ねこのまま使いますけども、これは多分ね次も音が出てきたらもう交換になるかと思います。でちょっとこういう怪しいのはねちょっと印をつけてね、次交換しなきゃないのね分かるようにしておきたいと思います。ひとまずはね、全部オイル交換の方を終了しておりますんで、でクローラーの方もね新品となりましたので、一回試しにね、音の方とか、出るかどうかね、ちょっとここでね鉄板の上ちょっと走らせて、試してみたいと思います。
はい、いかがでしょうか。音はね、もう全く鳴りません。とてもね、気持ちがいいです。今までね、もう走るたびにキーキー鳴っててね、もうかなり耳障りな音が鳴ってたんですが、今のところね、鳴りません。もう今の状態で鳴らないってことはね、多分鳴らないと思います。で、もうね、原因となる部分はもうすべて、交換とかね、あと整備しましたんで、もうあとね、鳴る箇所はないかなと思います。しばらくね、この状態で使っていきたいと思います。今ね、クローラー新品にしたらね、乗り味が全然違いますね。なんかちょっと、今までよりもね、なんつうかこう、ちょっと硬いっていうかね、乗り味が全然違います。いやー、これからね、ちょっと何年持つかわからないですが、ここの土地はね、やっぱり瓦礫とか多いですんで、非常にね、クローラーがね、傷がつきやすいです。で、鉄じゃなくてね、もうゴムのクローラーですんで、とてもね、傷がつきやすいです。なのでね、ちょっと慎重になるべくね、壊さないようにね、長く使っていけるようにね、気をつけて使っていきたいと思います。はい、じゃあ今回はですね、ゴムクローラー、交換しまして、破損しましたのでね、そちらの交換と、あとトラックローラー、あとフロントのアイドラーですね、左右ともすべて、オイル交換をして、点検整備をしたということでね、今回の動画はここら辺までにしたいと思います。また次回以降もね、ユンボの何か修理するところがね、修理しなきゃないところたくさんあるんですが、また出てきた時にはね、動画の方ね、撮りたいと思いますので、引き続きね、ご視聴していただければと思います。はい、また次回以降もね、今度駐車場の採石の敷き方とかね、やっていきますので、よろしければご覧いただければと思います。ありがとうございました。